これ滑走路仕事用のバッグめっちゃ YouTuber っぽいでしょ。はい、次。ロッカーにあるものを全部詰め込んだって感じです。はい、大量の予備ペン。空港勤務はね、ペンが大事だからね、ペンはすぐになくしたら誰か同僚に取られますだからたくさんね持っといた方がいい。しかもなくしたら帰ってこないと思っといた方がいいからね。なくしたら別に探さずに次のピッて見つけます。そんな感じ。次、大量の耳栓これはね一応なくした時とかのために予備のね、こういうスポンジでできた耳栓。滑走路に出てお仕事をする時には絶対にイヤーマスクとか耳栓をつけないといけないので、これ大量に持ってます。次、手袋。これね、寒い、今結構寒いんですよ。私こんなタンクトップだけど寒いからね、これ結構便利。でも寒い時だけじゃないのよね、これ使うの。滑走路でね、いろいろなんか持ち運んだりする時って急いでるから、こっちも怪我しやすいんですよ。だからこういうグローブをつけると怪我しませんって感じでしょ。グローブで、次、これはね予備のタイツ2個ぐらい、あとスカーフね。スカーフもいつもカバンの中に入れてます。滑走路で仕事する時とかはね、結構もう汗かいちゃったりとか、天気によってすっごい暑い時も滑走路でお仕事もあるし、寒い時もお仕事あるし、パラついてるぐらいの雨だったらやる時もあるので、スカーフはね取ったりつけたり、していいってなってるので取ったりつけたりしてます。次、スプレーの日焼け止め。そう、これはね、例えば一日中滑走路でお仕事するってなったら、朝つけた日焼け止めがね効果なくなってるし、しかもオーストラリアの紫外線って日本の7倍って確か言われてるんですよ。だから一日中こうやってピシッってやって、私はねシミができるのを防いでます。防ぎきれてないけど、でもすぐにシミできる。私滑走路の仕事でどれくらいシミができたかっていうね。次、これまた予備。これね、でも私苦手なのよ。これつけたらね、脳に刺さる感じ。この耳から突きて脳にグッて刺されてる感じがして、だからこれ私あんまり使わないけど、でも予備で持ってます。次、これはね、なんかロゴが入ってるから見えないけど、これ滑走路で着るピッカピカの工事現場のお兄さんたちが使ってるようなハイベストね。これ。次、これこれなんであるかってね、ロッカーにずっと置いてるの。クリスマス時期になったらつけるから。クリスマス時期になったらマネージメントの人たちが、はい、クリスマスシーズンなのでクリスマスアクセサリー OK ですよって言うんですよ。だからそう言われたらみんな一斉にこれつけますで、これをつけて、ここにはねクリスマスのなんかブリンブリンのさアクセサリーとかイヤリングとかをつけたりして、規定としてはこういうね歌が出るやつとか、こうやって真っ赤なお花のみたいな、こうやって動くやつとかがあるのよ。動くやつとかメロディーが出るやつはダメっていう規定にはなっててでもこれいいのって話だけどね。だからね、結構クリスマス時期は楽しいですよ、仕事で。これでしょ。で、毎年新しいのをもらうんですけれどね。で、次、これここのねクリップでねベルトとかにこうやってつけれて、でこれはねあれよ、滑走路仕事には私は一番必需品。これそうで、プラス私大体帽子かぶってる。暑い時は帽子は必須ですね。帽子したらね、そのロゴとかがあるから見えちゃうから、こうでしょ。で、私大体こうだからこうでしょ。で、私大体これよ、仕事の時。滑走路仕事。私滑走路仕事大好きなんだよね。こうでしょ。で、言うなら、ペンとか別にないけど、こうでしょ。こんな感じよね、私。で、このハイベストもねこうやって着て、こんな感じでやってますそう、これが私の滑走路仕事用のカバンの中身でしたってな感じ。そう、そんな感じです、私のカバンの中は。でね、次は私の愛用している仕事用のお靴。もうどれくらい履いてるかな、5年ぐらい履いてるんですよ。あんちゃんが生まれた後ぐらいに買ったと思うから、5年とか3年とか4年とか結構履いてるわけですよ。でも革靴ってね、
すぐにストレッチしてブカブカになっちゃったりとか替え時かなって思ってたら、その時にねちょうど年末決算の前のセールが始まって、そのおかげでね180ドルぐらいが161ドルになって、まあ高いですよ。一足高いです。でも革靴だしかなり持つ。しかもねグラウンドスタッフよく走るじゃない。走ることは私あんまりないんですけど、若手の頃はかなり走ってました。お客様が空港に遅れて到着して、ちょっとあと5分しかないんだけどチェックインしてとか言ったら、私事のように私は走ってました。まあね、とにかく走ることはなくなったんですけど、この靴がすごいいいんですよ。だからこのお金をかける価値はある。あとプラス私この靴にたどり着くまでにたくさん履いたんですよ。私外反母趾だから足がかなりこう曲がってて、後で見せますね、その外反母趾も。で言われたんですよね、お医者さんに。これから良くなることはないから、いい靴と巡り合ってどれだけこれをプログレスさせないかっていうことはできるけど、今から治すことは手術しない限りできないですって言われたので、まあとにかくいろんな靴を試してきたんです。これも多分グラウンドスタッフあるあるスカイソールね、でねこれねクルーのために作られたんだって。だからスカイソールだよね。革靴ってストレッチしちゃうじゃないですかね。だから今回は一つ小さめのサイズ買いました。これお靴、私が買ったのはサイズが37です。でケアンズ買いました。これオーストラリアのブランドだと思うんですよね。だから全部シドニーとかキャンベラとかアデレード、メルボルン、ブリズバンとかそんな名前です。私は好きなのはケアンズ黒です。なんでケアンズが私は好きかと言いますと、ケアンズはねこのつま先が四角なのよ。すっごいしっかりした作りでね、見て足の裏、空のほら見えるかな、ちょっと空っぽくない？可愛いよね。靴ね迷ってるって人これ試してほしいな。足痛い人これ結構走れるからね、走ろうと思えば、最終登場です、早く急いでゲートに行ってくださいとかねこれねだって私やってました、若手の時は。お客様一緒に走りましょう絶対に走らないけどね、私絶対に走りません。私の体の方が大切なので、だからこういうのでね足を壊したりしたらおしまいよ。見て私めっちゃ外反母趾でしょ。ここがめっちゃ出てるのよ。でもこれねお母さんもこんなのだから、多分私も母に似たんでしょうね。あ、いけるわ。一つ小さめ買ったけど全然いいです。でこれはね 3.5 センチぐらいだったかな、ヒールが。私はこれよりも高いヒールはダメですね、足壊しちゃう。でね私大体履く前にね何をするかってこうやってちょっとストレッチさせて、で大体新しいシューズ買った時はねもうずっとターミナルなんよさ。歩き回るから絶対に足痛くなるから、最初のまあ1時間とか2時間これ履いて無理だって思ったら古いのに変えて、慣れてきたなって思ったら私は古いのをバイバイしてって感じにしてます。まあそんな感じで今日はいかがでしたでしょうか。私はねめっちゃ楽しかった。私結構ねめんどくさいしいろいろ持たないタイプなので、中身はね少ない方ですけど、まあ、持ってるもの特徴的なものがいっぱいありますよね。空港で働いていない人からすると、結構ユニークで楽しかったかな、どうかなそんな感じで今日の動画はおしまいとなります。なので次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。みんなチャンネル登録してね。